樽駅の方到着しました。朝8時にね、セントレアから、プレミアムクラスまた乗りまして、サンドイッチ食べながら、癒しの空間を味わいつつ新千歳空港の方に到着して、快速エアポートライナーで小樽駅に、お昼到着しました。今日ね、一日ちょっと飲み歩きもそうなんですけど、小樽の魅力を少しでも皆さんにお伝えできたらなと思いますので、どうかご視聴の方お願いいたします。お昼に小樽の方着きましたんで、予約しといた、寿司の浜谷さんというところに行ってみたいと思います。今日の小樽はマイナス3度、下は氷になってる。めっちゃ怖え。今日はここで昼飯食います。まずは札幌クラシックの生からいただきます。寿司どころ浜谷さん、美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、今日の小樽寒いわ。雪降ってきた。小樽都通り商店街、鶏の半身揚げで有名なナルトさんに行ってみよう。昼の1時に来て16組待ち。まあマシな方でしょう。料金が前金制。俺が頼んだのは半身揚げと札幌クラシックの瓶ビールです。半身揚げやってきました。でけえ、携帯と同じぐらいの大きさあるわ。少しずつ手で垂らして、揚げたてとかめちゃくちゃ熱いんじゃない？うまそう。
いやー、すげえ量だった。なんとか食い切った。ごちそうさまでした。美味しかった。いやー、腹も膨れましたしね。ちょっと今度は散歩してちょっと腹減らしたいと思います。俺の背より高いぐらい雪積もってる。うわ、すげえかわいいじゃん。小樽運河にやってきました。風情やっていいね。小樽運河も30年ぶりぐらいかな。床凍ってるからマジで気をつけてね。小樽運河の横には小樽観光案内所があります。運河の端までやってきました。今日は運河濁ってますね。北一ベネチア美術館前に来ました。ベネチアで実際使われているゴンドラが飾られてます。北一ベネチア美術館の前の通りはこういう商店街になっていて、観光客が多く訪れていますね。ルタオパトスという支店があるんですね。北一ガラスの3号館さん、風情やっていいですね。開拓おかきで有名な北家老さんの小樽店ですね。こちらがルタオの本店ですね。ありがとうございます。紅茶の香りすごいね。さすがルタオ本店さん、ちょこっと休憩していこうっていうレベルの街数じゃありませんでした。常夜灯の前に来ました。夜に来たら風情ありそうでいいですね。小樽オルゴール堂前にやってきました。女の子が喜びそうな柄が多いですよね。日本で一番でかいオルゴールの専門店らしいです。小樽市内もね散策してある程度回ったんで、一旦宿戻って休憩してからまた夜出かけたいと思います。着きました。今日俺が泊まる宿はこちら、小樽宿ホテル。手宮線の跡地に来ましたが、雪深すぎて跡地すら見えません。道の真ん中にだけわずかな跡が。小樽でも人力車のサービスとかあるんですね。旧安田銀行小樽支店の前にやってきました。スリラーカラオケってこれ面白いな。夜の旧小樽倉庫前です。こういう赤レンガの作りが特徴的なんでしょうか。ノスタルジックですね。運河クルーズのチケット販売所は橋の横にあります。屋根のところにつららがたくさんついてますけど、これを取ると上から雪が落ちてくるんですよね。ドイツビールが味わえるという小樽倉庫ナンバーワンにやってきました。それじゃあここに飲みに行きたいと思います。入り口入ってすぐ横はお土産売り場になってるんですね。2階は見学コースになってます。今回はまずバイスのビール S サイズとドイツの定番料理ザワークラウトと田舎風テリーヌ、こちらとおじさんは体を気を使って枝豆の方もきっちりいただきます。もう酸っぱい匂いするザワークラウトバイツの S 来ました。いい泡の盛り方してんな。これはうまそうだ。酸っぱい。酸っぱいな。お次は田舎風のテリーヌやってきました。
2杯目は木いちごのビール。すっげえいちごの香りする。そして3杯目は香草のビール、バルトマイスター。いただきます。すごい青っぽい香り。でも爽やかだから飲みやすいわ。ピルスナーの生いただきます。ビール美味しかった。ごちそうさまでした。夜の小樽運河の方にね向かっていきたいと思います。おー、やっぱり昼もいいけど俺は夜の小樽運河好きだな。うまいライティングだなこれ。夜になるとめっちゃ綺麗に浮かび上がるわ。中間から見る運河もいい感じですね。やっぱ小樽いいよ。綺麗な小樽運河も見えたし、宿に帰りますか。目の前には小樽出抜き工事という飲み屋街があります。今は小樽ターミナルになってるようですね。市民の支え小樽郵便局もいい雰囲気です。もう歩いてるとこほぼスケートリンクだよ。みんな滑ってる。旧日本銀行小樽支店前。ヨーロッパ調の雰囲気の建物でライトアップされててめっちゃ雰囲気いいわ。小樽最高だね。旧日本銀行は現在金融資料館になっているようです。いやー、とにかく今日は寒いね。あったかい風呂でも入らんとやっとれんしょ。宿に帰ってきました。小樽駅前には長崎屋とドン・キホーテがあります。夜の小樽駅にやってきました。ケミヤです。いやー、もう寒いから走ることにしました。もう寒いから走るしかねえよな。もうとなんもねえ夜道をひたすら歩いてる。よーし、やっと着いた。小樽天然温泉湯の花手宮殿にやっと到着した。ここは Google の口コミだとサウナがいいらしいんでしっかり整えて帰ろう。それでお湯入っていくぜ。生き返りました。やっぱ風呂はいいね。いやー、もう最悪です。タクシー見つけて帰ろうと思ったんですけどタクシーが見つかりません。最悪。歩いて帰る。せっかく温まったのに。そうです。いやー、マジで助かりました、寒いのに。いやー、マジでタクシーの運転手さん助かったわ。いやー、マジでさっきのタクシー助かったわ。ちょっとシュッて通り過ぎたの見て、もしかしたらこっち帰ってくるんじゃないかなっていうので道の反対側を歩いてちょっと帰っていこうっていうところでちょうどヒュッと来てくれたんだよね。助かった。最高でした。ありがとうございます。北海道の朝は雪かきから始まるようです。雪の踏む音いい音するわ。よし、バス停の方に到着しました。北海道の雪の粒見てください。これ丸いんですよ。なんと6時はこれ朝一のバスだね。よっぽど俺早起きしてんな。じゃあバス乗っていこう。やってきたのはこちら林遊朝市さんにある食堂にやってきました。林遊朝市さんの外側にある一の屋さんの方に行ってみたいと思います。こちらですね。こちらの刺身定食を注文しました。朝7時前から札幌クラシック生いただきます。
刺身定食やってきました。ニシン、サーモン、ホタテにマグロにエビもついてる。そしてこの味噌汁がほっとしそうでいいよね。しっかりの出汁の効いてそうなだし巻き卵。無事完食しました。ごちそうさまです。小樽は市内に歴史的建造物と呼ばれる建物が非常に多いんで、こちらを巡る旅もいいんじゃないでしょうか。小樽の中でも国の指定重要文化財に選ばれている旧日本郵船の小樽支店の倉庫跡ですね。気になってなんで石造りが多いか調べたんだけど、骨石像って言って石と木を組み合わせたような倉庫作りになってるらしいです。石も小樽軟石っていう地元の石で作られてるみたいですね。ワークマンであまりの寒さにズボンを新調しました。職人さんタイプの肝が入ったやつ。いやちょっと歩いたんでね、朝からやっぱコーヒー飲みたいんで、名古屋でおなじみのコメダでちょっと休憩していきたいと思います。こちらは旧三井銀行小樽支店ですね。今は芸術村になってるようです。宿の方チェックアウトしました。今から、宿津っていうところを向かうんですけど、普通だとバスか、タクシーもしくは徒歩で行くっていう感じになると思うんですけど、今回はね、あえてフェリーの方で。今日の小樽運河は水がきれいになってますね。昨日はすごい濁ってたもんな。小樽港の観光船乗り場にやってきました。なんと観光船は4月20日から10月14日までしかやってませんでした。うわ最悪。仕方ないんでバスで向かいます。旧日本郵船の建物だったり銀行が多かったりしたんで、港町で栄えた町っていうのはすごいよくわかるんですけど、日本銀行まであったんで結構北海道の中でも主要な貿易港だったっていうのが伺えますね。運河ってやっぱり物流の要になるので、こうやってね船がたくさんあって運河が栄えたっていうのもうなずけますよね。運河沿いにあるゴールドストーンカフェさん、めちゃくちゃおしゃれだね。小樽運河の北の端までやってきました。この旅で3回目の手宮のバス停にまたやってきました。アシカのショーなんかが見れる小樽水族館、入場料は1800円ですね。小樽水族館の入り口からの海の眺めはこんな感じ。隣には営業してるかわからないような遊園地があります。いやめっちゃ急勾配の坂、歩いて上がってきた。疲れた。宿津パノラマ展望台にやってきました。大自然の雄大さを感じられる北海道らしい景色ですね。下は小樽水族館ですかね。すげえ綺麗。海の向こう側に見える
雪山の景色は石狩市方面ですね。すごい空気澄んでるからよく見える。さざ波の音聞きながらこんな雄大な景色見てれば完全に癒されるでしょう。パノラマ展望台の反対側の景色も岩肌がすごい雄大綺麗。こちらですね。大塚食堂さんやってきました。今日はおすすめでヤリイカが新鮮なのがってるよってことなんで、ヤリイカも食べたいと思います。一番人気なのはニシンの定食だと思いますけど、歩き疲れたんで札幌クラシックの生いただきます。ヤリイカのイカ刺しやってきました。結構ボリュームあるね。色からしてめっちゃ新鮮そう。うまそうだなこれ。甘い。このイカの短冊めっちゃ甘くて口の中ですぐ溶けたわ。ありがとうございます。美味しい。美味しい。めっちゃめっちゃ美味しい。ありがとうございます。どうも。イカ半分にして2杯目いただきました。このイカも米に合いそうなんで少し取っときます。元気のいいお母さんと雰囲気のいい食堂です。そりゃ定食もうめえわ。ニシン定食やってきました。これは超特大だね。俺の指がだいたい5センチぐらいだから体高が5センチぐらいあるニシン、それに漬物と松前漬け、イカの塩辛にホタテの味噌汁にご飯で定食の方いただいていきたいと思います。まずはニシンからいただきます。すごい量だな。これ食い切れるかな。売れるやつなんだ。ホクホクだねこれ。ホッキみたいだね。ホタテの味噌汁もうわすげえ身がしっかり入ってる。うまっ。うわニシンの卵発見。めっちゃ量あるんだけど、これ特製のヤリイカ丼作りましたよ。うわうまそうだなこれ。米と合うわ。やべえうますぎて生が3杯目。ニシンっていつもこのサイズなんですか？そうですね。もうちょっとすればもうちょっと大きくなる。もっと大きくなる。はい、でも春先ですもんね。でもそうですね。はい。
いい匂いがしますね、焼ける。あ、いいですよね、やっぱ、はい、炭火ではい、直接焼くっていうのは。いやー、おつかつ食堂さん美味しかった。ごちそうさまでした。それでは小樽水族館のバス停から小樽駅の方に向かいたいと思います。小樽駅前に戻ってきました。おお、反対側見るとルーター。誰もいない小樽駅、いい雰囲気だね。新千歳空港に到着しました。せっかく北海道来たんで、北海道グルメちょっと食べてから帰ろうと思います。北海道といえば松尾ジンギスカンでマトンロースのジンギスカンビールセットいただきます。札幌クラシックの生マトンロースのジンギスカン。ラストマトン。マトンロース美味しかった。5分ぐらいで完食しちゃった。ごちそうさまでした。やっぱり締めはラーメンでしょってことで、ラーメン道場行ってみるか。梅光軒さん、エビそばの梅光軒さんに決めました。梅光軒さんといえば俺のイメージでは塩ラーメン。バターコーンの塩にしてみよう。ラーメン屋で餃子とビールのセット食うってもう定番でしょ。餃子でビール速攻なくなっちゃったんで、もう一杯クラシック生いただきます。きたー、やっときた。バターを溶かそう。よし。優しい。パラパンでも美味しかった。ごちそうさまでした。今回の小樽編はここまで。ノスタルジックな街並みと、運河を中心した、港町の栄えた風景だったりとかがすごい勉強になりました。ニシンもね、5店があるぐらいすごい有名な場所なんですけど、食事もすごく美味しかったです。また次回機会があれば定食の方を食べていきたいと思います。次はね、八重山諸島の方に向かいますんで、また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今回の小樽旅行2日目は 21,480 歩でした。距離にして 14.58 キロ。お疲れ様でした。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。